どうも、綺麗な YouTube チャンネルへようこそ。今日はですね、部屋で緩めの撮影でございます。皆さん最近は服を買っているでしょうか？私は夏に向けて着々とクローゼットが満杯になってもう大変なことになってるんですけれども、今回もタイトルで分かっていると思いますが、新しい服を購入しましたので、購入とゲットあるんだけど、気軽に紹介動画してみようかなと思いました。で、全部を全部さ紹介するわけじゃないんですけど、なんで今回特にこれを紹介しようかと思ったかというと、ででん、アリゲーター、ラコステのラコステの服を初めて買いました。なんかラコステってすごく大人で、僕のスタイルとはほど遠くはないんだけど、ちょっとタイトめなイメージもあったりとかして、僕オーバーサイズの服が今ごめんなさい、これは最近めっちゃ着てる部屋着なんですけど、こういうなんかだるっとオーバーサイズカジュアルみたいな服が好きなので、ラコステの服はすごく大人びてて、なんかこうテニスとかやる人のイメージがあるんだけど、ラコステってどういう歴史なんだろう、調べてみよう。ラコステ歴史、やっぱテニスですね。ジェミニさんに聞きます。ラコステ歴史、フランスを代表するプレミアムファッションブランドラコステ。その歴史は一人の天才テニスプレーヤーの発明とニックネームから始まりました。ジェミニさんちょっとね丁寧すぎるんだよな。でもテニス選手ラコステが始めたっていうことなのかな。そうだからやっぱテニスのイメージっていうのは間違ってなかったですね。だからやっぱりちょっとこう上流階級合ってるかなっていうイメージがあって、まだ僕の年齢とカジュアル具合と合わないのかなって勝手に思ってたんですけど、この間友人に誘われてなんかラコステのワークショップみたいなのに行ったんですよ。それはね、なんかその友達はもうすっごいラコステでしか服買わないぐらいの人で、なんかプレミアム会員 VIP 会員みたいになってるらしくて、なんかそれで特別に招待いただいて、僕はただの付き添いとして行ったんですけど、でラコステ原宿店っていうフラグシップ店があって、すごく大きいから、その合間とかに見てたら、あれ意外とラコステいいじゃんっていう気づきがあったんで、僕がゲットしたアイテム2つを、実際に着ながらお見せできたらいいかなというふうに思って、皆さんにラコステの魅力をお伝えできたらいいかなというふうに思います。で2点ともポロシャツなんですけど、ラコステ代表と呼ばれるポロシャツ。1個まだ僕も中身を見ていないアイテムがあります。というのも、そのワークショップっていうのがタイダイ染めを体験しましょうみたいなやつで、ラコステのよくある方の定番ポロシャツに対して、自分でインクの色を選んでこう絞って、でタイダイ染めをするっていう、そういうワークショップでした。で完成したのがちょうど今日届いたので、その開封動画ということでこれを見せるのと、もう一個後でちゃんと着てみせるけど、白のちょっと一風変わったポロシャツを買ってみたので、これすごいこの夏大活躍しそうということで紹介したいなというふうに思います。まずはタイダイを開封していきましょう。ちょっと見えるように一歩下がりますね。やっぱなんかそのリメイク系、既存のアイテムをちょっとリメイクして世界に一つだけのアイテムにするみたいな、そういうコンセプト僕結構好きなので、染めとかも興味あったんですよね。なんか本当にやれて嬉しいんだけど、ちょっとチラ見、すでに良さそうじゃないですか。もう僕といえば青色、2色とか選ぶこともできたんですけど、僕は1色白のポロシャツに対して青の染料を選びました。では開けていきます。
お、思ったより着やすい青の色に若干色落ちしてる。どう？ちょっと印象違うかもしれないが、珍しい感じになりましたよね。はい。僕はこれね、定番の USL サイズの白のポロシャツに対して青の染料をかけたポロシャツでございます。どうですか？タイダイだからさ、絞ったところがこうランダムな感じで、でも絞り方によってある程度こう設計もできるというか、斜めに絞ったとしたらこの線がこういう風に出すこともできるんだけど、僕は横ボーダーみたいにしたかったので、下からこう絞っていって横に線が出るようにちょっとしてみました。で多分これ後からロゴをつけてくれてるのかな。なんかロゴは染まってませんね。真っ白ロゴになってる。これも可愛いですね。早速着てみようかな。はい、着てきました。なんかアロハ感があるかも。どうですかね。なんかその染めを乾かす、定着させるためにちょっと温度を当てるので若干縮むかもしれませんっていう風に言われてて、 M サイズでもよかったんですけど、僕は今回 L サイズを選んでみました。どうですか？後ろも丈が長いから、若干インして、若干っていうかインして着るのもいいかもね。この青色の服だったら下は何が合うんだろう。結構上がデザインが効いているので、下はシンプルな黒のスラックスとか、ジーパンとか履いたら青すぎるかな。ちょっと履いてみますね。はいってな感じで着てみたから、下まで見えてるかな。薄い色のジーパンを合わせてみました。めちゃくちゃ爽やかじゃないですか。いいけどだいぶ青いから、これは夏涼しく感じたい時に着るといいファッションかもしれないですね。で、ちょっと今は適当に折ってるだけだけど、こういう感じでシャツインしたら、このデザイン面が広いので、なるべくこの面積を小さくした方がいいかなっていうふうに僕的には思いますね。平ら、ほら面積が広くなるとさ、またなんかちょっと印象が違くないですか？これとこれ、ありじゃありかな。ちょっともう黒のスラックス今持ってないな。黒のスラックス買おう。おすすめのブランドだったらコメントによろしくお願いします。黒色の服をちょっと履いてみます。はい、黒を履いてみました。どうでしょうか？ちょっとイメージで、実際このファッションするかどうかわかんないけど、下にこれは僕が札幌に帰ったら絶対に買うサウスウエスト8っていうネペンテス系列のブランドがあるんですけど、それのこのポッケがこうやって手を入れれる感じのね、すごいお気に入りのパンツでございます。これ自体はジャージ素材だから、なんかちょっとこのポロシャツラコステと合うかどうかって言ったらちょっと分かんないけど、なしではないかな。お気に入りのパンツなんだよね、このワイドで。絶対この夏これと白 T とかで毎日出ちゃうと思う。出してこういう感じでカジュアルに。こっちの場合はこれだったらいいですね。ここが緑ラインだから青とちょっとバッティング、僕の思想だったらここも青ラインだったら嬉しいなと思っちゃうけど、やっぱ黒のスラックスかな。黒のスラックスを変えたらいいですね。そんな感じ。ちょっとこう遊びたい時とか海行く時とか目立ちたい時とかはこ
このポロシャツ使えそうっすねという感じで、柄もいいじゃないか。そんなにめちゃくちゃ目立ちすぎる感じでもなく、気に入りました。是非皆さんもタイダイ多分ね結構簡単にできるんだよね。市販とか YouTube とかでも調べたらできると思うから真似してみてください。これはね下からこうやってギュ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 って一本にまとめてグッてまとめてガーってインクをかけただけです。それだけでこの柄が出ました。青もいい感じだね。ということで次はですね、白のポロシャツ。また白かよってかぶってる。ほんと僕のクローゼットって同じような服しかない。まあそれはいいんですけど、白のポロシャツなんですが形が違います。どうも。ちょっとまだタグを切ってなかった。どうも。見て、もう広げただけでわかるこの身幅の広さ。さっきも言ったんですけど、僕ラコステさんって大人っぽい紳士服なので、ここの身幅がちょっと僕の感覚化すると若干狭いなっていう感じなんですよね。で見てたらこうなんかリメイクシリーズっていうのがあって、ちょっとほらでワンサイズなの一点物だからさ、これ商品番号とか見せたらさ、でも同じようなやつ買えるのかな、ちょっと分かんないですけど調べてみて。原宿店の2階の奥の方にねこのリメイクの服がたくさん売ってました。で白だから分かりにくいかもしれないけど、まずポッケにさ胸ポケットのとこにワニが2匹いるの分かります？でその部分からここが継ぎ足されている部分、布が縦でこう分割されて、多分2枚のポロシャツから作られてるんですよ。うわ、白だから見にくすぎるかもしれない、ごめんなさい。だから丈もねなんか今っぽくこうショートに切られてて、で身幅も広いっていうタイプのポロシャツがあったから、ちょっとこれでデビューしてみようかなと思って購入してみました。せっかくなので早速着てみたいと思います。すいません、ちょっと開けたばっかりだからシワが目立つかもしれないんですけど、白爽やかで、ほら身幅も広いっていう感じのポロシャツ。結構もう爽やかで僕のタイプ、好み、シンプルだけどデザイン性があって唯一無二感もいいですし、何より身幅がめっちゃ広い。ほらこっちになるとこのサウスウエスト8のジャージとかと合わせてもうさらっと着るのいいですよ。しかもさ、ラコステの緑とこのラインパンツの緑がめっちゃ合ってるから、これちょっと今気づきましたけど、多分この夏このセットで僕ずっと歩いてる気がします。めっちゃいい、清涼感たっぷり、かっこよくないですか？でも当日ね、さっきのねジーパンちょっと色違い着てみようかな。ジーパンとやっぱこの白のポロシャツって何でも合うから、違う下を履いてるバージョンもちょっとお見せしますね。これはね大正解ですわ。はい、青のカルバンクラインのよく着てるジーパンを履いてきました。めちゃくちゃいいですね。やっぱ青と白という組み合わせ僕大好きだな。注意点としてはそのトップスがめっちゃワイドなので、下のパンツが細見すぎたら良くないかなと思うんだけど、このジーパンもストレートワイドパンツなのでシルエット的には変じゃないかなと信じてます。どうでしょうか？いや、夏場はもうこういう感じでさ、さらっと着るスタイルがかっこいいですよね。でもうなんか手元とか
ちょっとシンプルすぎるなと思ったらアクセサリーとかをつけましょう。ブレスレットとか、これは全然無名のZOZO タウンとかで買ったやつでございます。はい、こういうブレスレットつけたりとか、こういうふうに指輪をシルバーアクセとかでちょっと手元を華やかにしてみたりとか、私のたくさん持っているメガネシリーズ、やっぱ夏ですからサングラスとかでちょっとこう日差しをカット&おしゃれしつつ、最近リムレスメガネ流行ってますよね。でこれ僕が結構昔に買ったリムレスのサングラス。なんかこれやるとさ、急になんかこう息すかない感じが出ちゃうからあんまり使ってなかったんだけど、このスタイリングにはめちゃくちゃいいかもしれない。これくらいのメガネサングラスめっちゃいいね。いい感じです。はい、そんな感じでちょっと部屋のライティングがあんまり良くなかったかもしれない。はい、こういうサングラスもいいですね。こんな感じという感じで、あれさっきのタイダイのシャツ、はい、初ラコステデビュー、そしていきなりポロシャツを2点ゲットしました。この夏ガンガン着ていこうと思いますし、やっぱり安くはないじゃないですか、ラコステのシャツとかってね。このシャツもね2万円ぐらいかなだったんだけど、ちょっと大人にもなってきたし、いい服を大事に着ていこうかなと思いましてね。最近服にはね、欲しいと思ったらお金はあんまり節約しないようにしてます。はい、こんな感じでラコステのポロシャツコーデを何種類かお見せいたしました。ぜひ真似したいよという方とか、いいなと思ってくれた人がいましたらね、ぜひお近くの店舗で確認してみてください。ちなみにサイズはこっちはリメイクなのでワンサイズなんですけど、僕はL サイズですね。身長175の普通体型、ちょっと細身体型ぐらいで L サイズかなと思ってきてますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ちょっと照明も適当で部屋撮りでサクッと撮った動画になりましたけれども、最近の購入品紹介でした。こんな感じで私のクローゼットの中身とかお部屋とか細かくね毎週投稿しておりますので、どんどん出していこうかと思っておりますので、ぜひこれからもね私のライフスタイルチェックしたいよと、参考にしたいよという方はチャンネル登録と通知ボタンとかもあるのかな、毎週木曜日投稿をしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも夏に向けて買い物しましょう。ではありがとうございました。また来週。これ実家に眠っていたオールドコンデジ、オールドっていうかコンデジです。オリンパスですね。 U っていうやつなのかな。なんか昔さ、この青がさやたらさ流行って、車とかもこの青乗ってる人結構多くなかったですか？すごい平成を感じる。でしかもこのフラッシュの感じが動画でどうやって映ってるか分かんないけど、めっちゃエモいんですよ。めっちゃいい感じ。こういうさコンデジとかって多分メルカリとかでも1万円とか2万円とかで買えるから、最近なんかこういうちっちゃいカメラ、これもコダックの新しいカメラねとかもたくさん買ってみたので、こういうレビュー動画とかもたくさん出していきたいなと思います。またね。